にちはなのだ。こんにちはですわ。今日は情報解禁されたアップデート 1.20 基地の目玉日本駆逐ルートの最上位鳥さんについて見ていくのだ。1.201 って他にもいろいろなかったっけ？ジョーインパークの刷新とかオットプラスとかいろいろあるんだけど、すでに過去動画で解説した上に内容もほとんど変わってないからそっちは置いとくのだ。っていうかジョーインパーク刷新に際して特訓終了証を12枚配るらしいんだけど、こういうのって普通全搭乗員全2セットが当たり前だと思うんだけど、12枚じゃ乗員の多い車両で2両、平均の4人乗員でも3両分しかリセットできないわね。ゲームシステムの根幹部分をいじくるのに少しでもユーザーに不利益を負わせようとするあたり、相変わらずこういうところの対応がずさんとしか言いようがないのだ。今日は随分と辛口ね。コミュニティコントリビューターの選考に落ちたのねに持ってる？全然そんなことないのだ。むしろこれで心置きなくあらをボロクソはたけるのだ。まあ怒られない程度にね。じゃあそろそろ車両を見ていくのだ。ポリ3は 14.9 センチ砲搭載の固定砲塔駆逐なのだ。後部固定砲塔でほぼ100みたいな見た目ね。走行的にも戦闘室が硬いところまで同じなのだ。っていうかむしろ戦闘室に限れば100よりも硬いのだ。じゃあ分類的には重駆逐なの？ただ他の重駆逐と比べると最低限の隠蔽はあるし、機動力はちょい早めの HT 程度で万能型駆逐って感じなのだ。全体的にハイレベルな感じなのね。じゃあまずは走行面から見ていくのだ。走行配置的には先行実装されてる狩りと同じく戦闘室周りが硬くて車体は薄いものの傾斜で引く感じになってるのだ。まず戦闘室正面は実走高圧 300mm で傾斜はほぼないもののこの時点で100より硬いのだ。あっちは 250mm に傾斜込みで 270mm ぐらいなのに。ただ通常弾クラスは完全シャットアウトする反面、フィン弾相手だとほぼほぼ抜かれるから正面で向かい合って撃ち合うのはさすがに弱いのだ。砲身周りは 350mm の防順があってかなり硬いんだけど、まあわざわざここを撃つ理由はないから優秀な旋回速度を生かしてワンチャン吸収できたらいいな程度なのだ。範囲もかなり狭いですしね。車体の方は上面が 100mm で傾斜はあるんだけど、それを加味しても 230mm 前後しかないのだ。切り欠きの方は 110mm に増圧して傾斜もきつくなるから一番硬いのだ。一方下部の方は 120mm の垂直部分があってかなり薄くなってるのだ。S も余裕で抜けるから気をつけないとね。そのさらに下は傾斜はマフものの 50mm しかないから強制貫通の危険性も出てくるのだ。まあ 120mm の部分の方が広いからわざわざ狙う必要もなさそうだけど。とまあこんな感じで車体はかなり脆弱となっているのだ。ただ車体上面はハルダウンすると傾斜が増して 370mm 前後になるからむしろ戦闘室より硬くなるのだ。これなら APK は強制長弾できるし HT のヒートなら十分に弾けるわね。一応側面走行も見ておくと前面も 10mm しかないから強制飛べ弾以外は狙うのは厳しいのだ。151mm 以上の方だと強制貫通されるし豚飯で引くのは厳しそうね。というわけで走行面だったのだ。すごく硬いわけではないけど狙いの甘い球や中遠距離の打ち合いなら十分使えそうな走行ね。じゃあ次は砲性能を見ていくのだ。砲は単発700ダメージの 14.9 センチ砲で通常弾はペネ 305mm の AP、 近弾はペネ 360mm の強化 AP、 ペネ 90mm の榴弾の3種類なのだ。駆逐としてはちょっと貫通低いのかしら？そうでもないのだ。近弾は強化 AP なわけ。傾斜走行に対しては標準化で 20mm 程度搭載できるから実質 380mm ぐらいの貫通力があるから十分なのだ。装填速度は元で 14.67 両、 BPM は2863と駆逐の中でも上位の方なのだ。口径の割に高いわね。その他にも口径の割に精度、標準速度、標準拡散も良好でかなり使いやすい方なのだ。実際使った感じとしてもちょっと絞りが遅いかな程度で固定砲塔の割にかなり使いやすい方なのだ。この精度でほぼ15センチ砲が使えるのは強いですわね。続いては機動力なのだ。重駆逐としてはかなり高い機動力で元で最高速度35キロ、後退速度も18キロ出るのだ。さらに野戦回収
に速度カスタムもあって、装填速度を犠牲に足し4キロすることもできるのだ。レ重比もそこそこあるし、かなり優秀な機動力ですわね。もちろんターボチャージャーでさらに伸ばすと最高速度45キロ、レ重比 17.12 と変える下手な MT より速い重駆逐が出来上がるのだ。さらに狩りと同じく旋回速度も優秀で、他の重駆逐のほぼ倍の旋回速度なのだ。実際映像で見るとこのぐらい速いのだ。めちゃくちゃくるくる回りますわね。速すぎて笑えてくるのだ。優秀な加速のおかげで初動の移動といい、陣地転換といい、かなりぬるぬる動けるから、重駆逐特有の移動のストレスはほぼないのだ。旋回が遅いと障害物を避けるのも一苦労だけど、これだけブリブリ曲がるなら余裕ね。隠蔽と視界も見ていくと、静止時隠蔽は 12.14、車体が大きい分さすがにちょっと低めの隠蔽なのだ。マー100はほぼ隠蔽ないようなレベルだし、あっちと比べたらマシかしゃ。消音排気を積んで物資をしっかり使えば隠蔽マップでも十分戦えるのだ。視界範囲は元で 400m で、なぜか他の駆逐より高めなのだ。足もあるし、自分で見て自分で撃つも十分できるわね。というわけでホリ3だったのだ。使いやすい大口径砲にそこそこ弾ける装甲、優秀な機動力、かなりハイレベルにまとまった車両ね。使ってみても固定砲塔特有の使いづらさがない、まさに令和最新版固定砲塔駆逐って感じなのだ。まあ固定砲塔ってデメリットが多いし、このぐらい強くてもいいんじゃないかしゃ。たださすがに旋回が速すぎるから、この辺りは多少ナーフされる気はするのだ。あと最近のウォーゲーミングの傾向的に単発火力も600、650ぐらいに落とされたりしそう。まあ何にしてもビーズ7号みたいながっかり実装はやめてほしいわね。それじゃ今回の動画はこの辺りで、ご視聴ありがとうございましたなのだ。チャンネル登録ぜひお願いします。